眩しい太陽、白い砂浜、透き通る青い海。今回は、ソニックに登場する魅力的な海ステージを見ていきたいと思います。最近暑くてたまらないから、この動画を見て少しでも涼んでくれたら嬉しいぜ。美しい海を、ソニックのハイスピードで駆け巡る。その映像を見るだけでだいぶ涼しくなってくると思いますので、ぜひ楽しんでいってもらえたらと思います。それでは、早速始めていきましょう。まず最初は、1998年発売のソニックアドベンチャーより、エメラルドコースト。ある日ソニックがホテルのプールサイドで涼んでいると、テイルスの乗った飛行機が墜落する瞬間を目撃します。そしてソニックはテイルスを助けるべく、エメラルドコーストに向かうのです。このステージは今作の最初のステージで、ホテルに隣接したビーチを、ソニックが駆け巡ります。やっぱり海ステージと言ったらここだよな。ベンチやパラソルなんかも置いてあるから、普通にバカンスできちゃいそうだぜ。またエメラルドコーストという名の通り、このステージの海は非常に綺麗です。特に後半の一部のエリアにはエメラルドグリーンの池なんかもあって、思わず目を奪われますね。釣り好きな巨大な猫、ビップを操作するビップ編では、この美しい海を思う存分堪能できるぜ。ビップ編は釣りゲーなので、時に退屈になってしまうこともあるんですが、このエメラルドコーストでの釣りは、とにかく海が綺麗なので大好きでしたね。またエメラルドコーストといえば、シャチの仕掛けも印象的。ステージの序盤で急に視点が切り替わったと思ったら、巨大なシャチに追いかけられます。今作は初めての 3D ソニックなんだよな。この後ろから追われる視点は 3D ゲームならではのものだから、ここでソニックの進化を実感したプレイヤーも多いと思うぜ。ちなみにこのエメラルドコーストは最初のステージなので難易度は優しめですが、その代わり、やり込み要素のタイムアタックが難しいです。設定タイムがかなり厳しくなっているので、ショートカットなどもうまく活用しないとクリアは難しいですね。かなりのテクニックを要求されるから、我こそはと思う人はぜひ挑戦してみてほしいぜ。そして忘れちゃいけないのが、このエメラルドコーストのステージ BGM です。アジャーブルーワールド、紺碧の世界というタイトルのこの曲は、美しいビーチにぴったりな穏やかな楽曲。すごく癒される曲なのに、不思議とソニックのスピード感ともマッチする名曲だぜ。続いては、2003年発売のソニックヒーローズより、シーサイドヒル。こちらもゲームの第1ステージで、エップマンからの果たし状を受け取ったソニックたちが、最初に訪れるステージになっています。このシーサイドヒルは、古代遺跡が静かに佇む海辺のステージ。砂浜やヤシの木なんかも見れるけど、それ以上に色々な建造物が目につくぜ。同じ海ステージでも、さっきのエメラルドコーストとはだいぶ雰囲気が違いますね。綺麗な海といかつい遺跡のコントラストが、非常に面白いステージです。今作のステージはかなり広めでいろんなルートがあるから、プレイするたびに違った景色が見られるぜ。特にチームカオキクスでプレイした際は、ヤドカリを10匹見つけるという少し特殊なゲーム性になるのですが、その分ステージの隅々まで探索することになるので、このシーサイドヒルを思う存分堪能できますね。またこのシーサイドヒルの続きのステージ、オーシャンパレスでは、足場を背負った巨大な亀が登場したり、遺跡の仕掛けに襲われる場面も。この何かに追いかけられる仕掛けは、3D 初期のゲームにはほぼ毎回実装されてたぜ。ただこれはさっきのシャチと比べて殺意高すぎ。そしてこのシーサイドヒルも、ステージ BGM がとても素晴らしい。ステージ名と同じシーサイドヒルと名付けられたこの曲は、さっきのアジャーブルーワールドよりもテンポが速く、エネルギッシュな印象を受けます。ですがそれでも、穏やかな海というイメージもしっかり感じられる曲になってますね。このメロディーを奏でるギター音がたまらないんだよな。ちょっと切ない感じもするのがまた良い。個人的にかなり好きな曲だぜ。続いては、2006年版ソニック・ザ・ヘッジホッグより、ウェーブ・オーシャン。またまたゲームの第1ステージだぜ。これら 3D 初期の作品たちは、最初のステージが海ステージであることが多いんですよね。このウェーブ・オーシャンは、エップマンにさらわれたエリスという王女様を助け出すために、ソニックが最初に訪れるステージです。今作はソニックアドベンチャーのリブートというコンセプトで作られているため、その第1ステージであるウェーブ・オーシャンは、ソニックアドベンチャーの第1ステージ、エメラルドコーストの影響を大きく受けています。例えばステージの構成を見ると、岩でできた360度ループがあったり、木の桟橋のようなエリアなど、エメラルドコーストのオマージュと思われる要素が色々ありますね。そして極めつけは、このシャチに追われるパートだよな。ここは完全にソニックアドベンチャーでしたね。一方でこのウェーブオーシャン独自の要素として、テイルスを操作するパートがある点。そして、ステージ後半の自動走行パートの存在が挙げられます。自動走行パート。みんなのトラウマが蘇る。この自動走行パートはその名の通り、ソニックが自動で前に進んでいくので、プレイヤーは左右の操作とジャンプでソニックを導くことになります。ですがこの自動走行パートは、敵はもちろん障害物に当たるだけでもダメージを食らう点。またジャンプ中の方向転換ができないため、変な向きでジャンプしてしまうとそのまま落下してしまうことなどから、数々のプレイヤーを苦しめてきました。ソニックのスピード感は存分に味わえるけど、その分難易度も爆上がり。思い出すだけでおかんが。そんなウェーブオーシャンの BGM は、これまで紹介した2つに比べると、かなりゆったりとした曲です。アジャーブルーワールドやシーサイドヒルとは違った感じだけど、この曲もかなり好きだぜ。おしゃれで大人な曲、みたいな感じがしていいですよね。続いては、2007年発売のソニックラッシュアドベンチャーより、VS ジョニー。
これはステージではなくミニゲームなんですが、最高に夏を感じるミニゲームなので、一緒に紹介しちゃおうと思います。このミニゲームでは、ウェーブサイクロン号という水上バイクに乗って、ジョニーというキャラとレースバトルを繰り広げます。勝負の分かれ目は、ブーストの使い方。コース上のリングでブーストゲージを貯めて、一気に加速だぜ。一方でジョニーもブーストを使ってくるので、リードしてる時はぶつかられないように注意です。またジョニーがブーストした際に現れる黄色いリングをくぐっても加速ができるので、ジョニーに抜かれたとしても、焦らずついていきましょう。そして見事ジョニーに勝利すると、カオスエメラルドを1つゲットすることができます。今作の真のエンディングを見るにはカオスエメラルドが7つ必要だから、ジョニーに7回勝つ必要があるぜ。当然終盤になるほどジョニーは手強くなってくるので、テイルスにウェーブサイクロン号をパワーアップしてもらい、戦いに備えましょう。それにしてもこのミニゲームは、見てるだけでも涼しくなってくるな。暑い夏にぴったりのミニゲームだぜ。続いては、ソニックワールドアドベンチャーより、ジャングルジョイランドのヒルパート。ゲームの終盤に訪れるステージです。このソニックワールドアドベンチャーは、各ステージが現実の国や地域をイメージしていて、このジャングルジョイランドは東南アジアがモチーフになってるぜ。この世代になると画質が HD 画質になってくるので、水の描写が非常に綺麗で良いですね。非常に透明感のある海で、水中の様子まではっきりと見て取れます。本当にめちゃくちゃ綺麗な海だよな。思わず飛び込みたくなってくるぜ。またソニックのアクションもパワーアップしていて、なんと水の上を走れるようになっています。この綺麗な海を自由に走り回る爽快感たるや、何者にも代え難いですね。うわぁ最高。見てるだけでも超涼しい。またステージの後半になると、今度は遺跡のような場所を進んでいくんですが、近くには大きな滝が広がっています。これまた清涼感抜群だな。こういうところで思いっきり深呼吸したい。このようにステージ全体が非常に涼しげで、夏にぴったりなステージになってるんですが、一方でこのジャングルジョイランド、難易度もかなりのものです。特に先ほどの水上パートでは、どこに向かえばよいかが非常にわかりづらい上に、障害物に当たると失速して海に沈んでしまいます。ここは本当に苦労した。ある程度ルートを覚えとかないとスムーズに進めないから、初見だとなかなか厳しいステージだぜ。せっかく清涼感が素晴らしいステージなのですが、その気持ちよさを存分に味わうにはかなりの鍛錬が必要ですね。ただ YouTube にこのジャングルジョイランドのタイムアタック動画なんかも上がってるから、そういうのを見るだけでもかなり清涼感が感じられるぜ。自分でプレイするのが難しい人はぜひお試しあれ。最後にご紹介するのは、ソニックロストワールドより、トロピカルコースト。ゲームの中盤に訪れるステージで、ザ・海ステージといったコースですね。このソニックロストワールドは2013年発売のゲームだけど、デザインをあえて昔のゲームっぽくしてるんだよな。さっきのソニックワールドアドベンチャーみたいな綺麗さはないけど、その分ヤシの木とか噴水みたいなわかりやすいオブジェクトが多いステージだぜ。このトロピカルコーストはゾーン1からゾーンに分かれているんですが、特にゾーン1が最も海ステージ感がありますね。この噴水のギミックなんかは最高に涼しくなるぜ。BGM も明るい南の島を連想させる曲調なので、遊んでいて非常に楽しいステージです。ですがこのゾーン1を抜けると、だんだんと難易度が上がってきます。例えばゾーン2には巨大な果物をミキサーにかけてジュースにするギミックがあるけど、このミキサーに落ちたら一発アウトになるぜ。ミキサーに落ちて死亡なんて、考えただけでゾッとしますね。どこのスプラッタムービーだまったく。そして最も難易度が高いのは、最後のゾーン4。中でも、横スクロールになるパートの難易度がめちゃくちゃ高いです。特に水辺を渡るパートが激ムズなんだよな。いろんなタイプの足場があるけど、基本どれも不安定で油断するとすぐ落ちてしまうぜ。中には急に巨大な魚が現れる箇所もあり、初見の時は見事に引っかかりましたね。魚を避けようとして足を踏み外す、なんてのもあるあるだぜ。ここまで来ると、もはやこの愉快な BGM に腹が立ってきますね。今作には難しいステージが多いですが、ここもかなり苦戦した記憶があります。攻略に必死で景色を楽しむ余裕がないかもしれないな。このステージで夏を感じるにはかなりの鍛錬が必要そうだ。以上、ソニックの海ステージ6選でした。どれも涼しげで夏にぴったりだったぜ。たまにどえらい鬼畜ステージもあったけどな。最近厳しい暑さが続いてますが、ぜひ皆さんソニックの海ステージを駆け巡って、夏を乗り越えましょう。みんなの好きな海辺のステージも、ぜひコメントで教えてほしいぜ。たくさんのコメントお待ちしています。それでは、次の動画でお会いしましょう。